私は統一教会の2世です。両親が信者で、ずっと教会組織の中で育てられてきた生い立ちとなります。私がその宗教2世としてすごい苦労したこと、大きく分けて2つあります。で、1つ目が、霊感商法とか高額な献金をやってることによって、貧困な家庭の状態でずっと育ってきた。自分と同じような2世の人でこういう経験があるよというのを紹介させていただくと、例えばずっと貧乏だったせいで進学に影響があったとか、自分の奨学金を使って親がその全額献金に回してしまっておかしくなっただとか、あまりにも貧乏すぎて食べるものが全然なかったとか、あとは自分の場合だと周りのことのこの共通の会話ができなくて馴染みづらかったとか、そういう記憶があります。私の家の話をすると、私が生まれる前にもう両親がすでに熱い信仰を持っていて、数百数千万っていう高額な献金は済まされてしまってたので、ずっと生まれてから地域の中では一番貧乏みたいな。この統一教会に入ってるほとんどの家の家計の状態が借金を背負ってるだとか、手持ちのお金ほぼなしのギリギリの生活を余儀なくされてるとか、自己破産してしまったとか、献金によって、家庭が崩壊されてる。その宗教2世としてすごい苦労したこと。二つ目なんですけど、信教の自由、もしくは恋愛の自由が統一教会だと最悪の禁忌として禁止されています。信者の人同士じゃないと結婚できなくて、教会もしくは自分の親が決めてくれた相手とじゃないと結ばれてはいけませんよと教えられています。仮に自由恋愛をしてしまうと地獄に行きますよと言われてます。で、一般の人も自由恋愛してるじゃないかって思うかもしれないんですけど、一般の人は当然地獄に行って、で、一方で両親が合同結婚式で結ばれて、で、そこから生まれてきた我々祝福2世が自由恋愛をしてしまうと、普通の人よりも悪い、より最悪な地獄に行くと言われています。親からすると、自分の子供にこの地獄に行ってほしくないから、監視をしたりとか、束縛をしたり、そういう雰囲気にならないようにずっと子供を育てていく。で、もしも一般の人とのお付き合いとかがバレてしまうと、無理やり別れさせられるっていう、そういう子供たちもたくさんいます。で、実際に私もある時にそういう一般の方とのお付き合いをしてることが、両親にバレてしまいまして、両親だとか、あとは教会の人から、いろいろな、圧とか、結婚したら地獄に行くよとか、結婚したら自分の子供が呪われますよとか、そういう脅し文句をもう何度も聞かされて、で、ちょっと、自分の心が病んでしまって、ちょっとやむなく別れざるを得なかったっていう自分自身の経験もあります。教会の中での結婚を受けるにあたっても、様々な試練を乗り越えていかないといけない。例えば、告白面接って呼ばれるものが、統一教会の中でありまして、異性との付き合いのこの経歴だとか、あとは自己行為的なところの経歴だとか、そういうものをすべて告白しないといけない。告白面接の中で何か罪がわかると、じゃああなたはこれくらいの罪を犯したので、例えば3日間とか、数日間断食してくださいっていう、お願いをされたりとか、性に関する話は告白面接で話すのがすごい辛かったです。虐待の一つになるのではないかと考えています。子供自身が信仰してるわけではないのに、親が信仰してるから、例えば自由恋愛ができませんとか、泣く泣く貧乏になってしまうとか、他の信仰宗教の子供たちも、形はちょっとずつ違えど、似たような問題を抱えて、自分はそうしたいわけじゃないのに、親から絶対にこれやらないと、なんでやらないんだってすごい激高されたりとか、親なんか捨てて、自分一人で独り立ちしてしまえば、解決するじゃないかっていう人も、中にはいると思うんですけど、そこが非常にこの問題を難しくしているところで、親っ
っていうのは、基本的にはこの宗教の問題さえなければ、すごい優しい人が多いんですよね。宗教の教えの中で、これを子供にさせないと地獄に行ってしまうって教えられているので、親としては子供にこう幸せになってほしいっていう、純粋なこの愛情をもとにこう、子供に対して接してるんですよ。なので、子供からすると、本当はこの束縛さえなければいい親なのに、だから、今も多くの2世の子たちは、もちろん親と縁にさっさと切りたいよっていう人もいるとは思うんですけど、もっと多いのは、親と何とかして、この宗教のめんどくさい話を何とかして、これからも付き合いを続けて、できれば続けていきたいっていう思いでずっと親に対して接している子供がいっぱいいます。宗教組織は、信者数を、維持し続けなければいけない。で、そうなる中で、一番狙いやすいのが、信者の子供。父も母も信者なので、なかなかそこに抗うこともできず、しかも生まれた時から宗教組織の教えをこう、刷り込まれてしまっている。今自分も含めていろんな子たちがこう苦しんでいる。宗教組織の思いと、それに巻き込まれる子供たちの気持ちが、ちょっと、正直許せないっていうか、宗教組織の欲のために子供を巻き込まないでっていう気持ちがすごい強いです。統一教会の2世だけでも、成人してしまってる2世、3世って呼ばれる人たちも含めると、本当に数十万人少なくともいて、他の新興宗教の子供たちも合わせると、さらに多い。社会には認知されてなかったけど、今まで本当は苦しい思いをしてきたっていう子供たちが本当にたくさんいます。宗教の子供たちが抱えるこの大きな問題の一つとして、宗教に関する悩みを周りの人に相談できない。子供がこう、どういう構造で、どういう環境で苦しめられているのかっていうことを深く理解している一般の人が非常に少ないです。そういう人たちに対して下手に相談して、何か差別的な目で見られたらどうしようとか、考えてしまう、悩んでしまう子たちがすごい多いです。もしくは、相談はできるけど、何か抜本的な解決策を友達からしてもらえるわけでもないし、で変な偏見持たれたら怖いし。同じ、統一教会の中で育ってきた子供たち、ある種幼馴染的な子たちもたくさんいるんですけど、信仰するしないとか、これが苦しいとか、なかなかそういう話ができないんですよね。統一教会の組織内だと、実は信仰してないんだよね、みたいな話をすることが、できない雰囲気が出来上がってまして、自分も昔一緒に育った幼馴染の人にある相談をしたことがあるんですけど、実はその人はすごい信仰熱心な人で、二人だけの秘密ね、みたいな話をしたのに、教会の偉い人にこの報告が上がって、で、教会の中で大問題になって、で、それが親に返ってきて、で、家族会議みたいになってしまう。下手に相談すると自分の居場所がなくなってしまう。本来なら自分の親に相談できると思うんですけど、残念ながらこの問題っていうのは、その親が元凶になってしまってるので、誰にも相談できなくて、一人で抱え込んでしまう。統一教会以内にいると、この選挙の話とか、また政治家の人からのアプローチだとか、すごい日常茶飯事。教会の何かイベントとかの時にこの議員さんがやってきて、祝電をくれたりとか、直接そこで話をしてもらったりとか、議員の人からこの統一教会の信者向けにこのアピールする時間があったりとか、で、今回のこの参議院選でも、とある議員の方を応援してほしいと、統一教会全体でこの人に票を入れようみたいな。うちの教会はこんな偉い政治家の人とも結びつきなんだよみたいな。そういう権威を持たせるような。それによって政治家とこの宗教組織、統一教会のこのつながりがあったからこそ、統一教会のこの悪事が世間にこう知られづらい、こういう仕組みがずっとあったのではないかなと感じています。で、その結果、誰にしわ寄せが来るのかっていうと、信者の人もそうだし、信者の家族。だから、宗教2世
たちの被害が大きくなってしまったという背景が確実にあると思うので、ぜひこの機会に事実関係を整理して、改めるところは改めていただきたいなと。今まさに現在進行形で苦しんでいる被害者の子供たちが出続けています。この署名をやることによって、2つ実現したいことがありまして、1つ目が宗教虐待、親を使って子供を束縛させて苦しみを与えている、人権を蹂躙しているっていう問題をぜひ知っていただきたい。2つ目が、その上でこの宗教虐待の問題をなんとかなくしたい。で、そのための日本の中での、法律整備、子供の人権を傷つけないためのこのルール作りをぜひやっていただきたい。特に未成年の子供については、親に反抗すると自分の居場所がなくなってしまう。そういう深刻な問題になるので、自助努力だと絶対解決できない問題になります。なので、これは家庭内の問題として何もしないのではなくて、ぜひその虐待の問題に、ぜひ国として積極的に関わっていただいて、解決に向けて動いていただかないといけない問題だと考えています。新興宗教の問題って社会問題いろいろある中で、いくら声を上げようとしてもマイノリティの声としてなかなか社会に響かないっていう状況がここ数十年間続いてました。実は2年前にもほぼ同じような内容の署名活動を行ってました。で、その時も私自身の問題で虐待的な被害を受けてしまって、で、これは何とかしないといけないと思い立って署名活動を実はやってました。結果的には署名にだいたい100票ぐらいしか集まらなくて、ちょっと道半ば諦めてしまったという過去の経緯がありました。統一教会が今注目されていて取り上げられている中で、何としてでも今声を上げないと社会に声を届けることができる機会は二度と来ないと思っているので、思い切ってもう一度署名活動を再開しました。宗教2世に信教の自由を、子供たちの未来のために賛同をお願いします。